メですなこりゃ。車庫がおるかと思ったんですけどおりまへんでした。いつものとこへ行きたいと思います。おお、ナイスの2つも U ターンか。離れようと思ってさっきの漁場をかわしてたんですけど、まあでも U ターンしてもこれもらんのでしょうね。この2つは助かりました。一発がでかい。こっちの方がエビが多いしオコゼとかもいますね。ただカニには勝てんですけど、カモフラ具合がすごいですね。落ち葉とかあったらちゃんと落ち葉模様に。大車庫。塩なり鯉でもエビは少ないですね。逆潮こがないとやっぱがっつりエビ入らんようです。たまにいるんすよね、こういう巣が入ったようなやつ。身が白い。美味しくありません。早すぎでしょ。砂茶は冷た貝の卵の器。いや、いくらなんでも早すぎでしょう。過去一早いかも。でも去年も2月の中旬だったかな見たの。まあどちらにしても早すぎ。やっぱり高潮こいの方がいいっすね。ケタはエビも多いし、また大車庫。無事入ってよかったです。袋の中見たときヒラメと思ったんですけどこっちでした。でもいいですけどね、こっちで十分ですけど。今日大車庫が見えてますね。でもしっかり出ないんですよね、これが大車庫。赤もやヒラメかと思わしてのこっち。ヒラメ来てほしい。爪の上でした。なんと今日は無事、前回撮影時のような傷ではない。前回撮影時には音面ちょっとおかずにしちゃいましたんで、無事でよかった。あとは怒りの後。こっちはもうよかった、あれが無事で。ちょっとヒラメが欲しいですね。もうこのタイミングで取れんかったらもう今日は取れんかもしれません。
なんか大きなゴミなのか。ああ、四つでか。ちょっと開けやな。どうやら赤げたタイムだったっぽいですね。だけど危ない。あとはもう山のてっぺん越えてちょっと下りかけるとこぐらいでしょうか。それぐらいになるともう帰る時間ではありますが、時間、これは厳しい。ヒナが入りだした。このプリッと顔、あ、なんか暴れてる。あ、でも違うな、ヒラメではないな。何か分かったような気はしますが、ヒラメではない。うわ、綺麗か。でもなかなかですね。おお、綺麗。ただそれ入ってないとやばい。いやー、綺麗っすね。美しい。これまた美しい綺麗な身で、まあ一応巻き身でうまいですよね。本当にここのコリコリしたとこがもうめちゃくちゃ美味しい。好きです。今日はなしかと思いましたが、まあちょっと太ってないんで、でもまあ撮影日に撮れてよかったです。よいしょ。ヒラメだけではちょっとあれでしたけど、カニと結構なイイダコが7、8つ見えたような気がするんですけど、多分下にもまだいると思いますが、いくらなんでもさっきのスズキよりはいいかな。よいしょ。これで次漕ぎながら寄島に向けて帰ってラストにしたいと思います。よいしょ。なんかラストは何も入ってなさそうな感じが、砂加減ミスったような。ああ、意外とんか。そういうことね。あるある。最後はもうカットでもいいような感じでした。
カットになるかもしれません。お疲れ様でした。では帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一時の寒い時めちゃくちゃもうほんまに、もう赤字なんじゃろうかって毎日今日た時よりちょっとだけなんかマシになったような気がします。あったかさと塩のおかげだと思うけど、でもまだ週末寒いんじゃろ。まだ寒くなって、塩こうなったらまたおらんとは思うけど、今日はセーフでした。ああよかった。赤字ではありませんが今日は。よかったです。あ、そう。最後の網、紐ほっとけて、何も入ってませんね。がっかり。これなんでこれを言うかというと、あの網カットにしようかどうしようかね。ラストですって言うとるけ使うかもしれんけど、もう全然カットでええような網だったけん。なんとかヒラメ、鈴木ちゃんよ。そう珍しいな。一時みんな取ってきようたけどな、最近みんな、結構太ってるわ。そして肉美味しいよね。あとアラモンはヒラメかと思わして。今日はでもチヌもおらんかったね。エビとかもなんか一時も全然取れんくなったけど、ほんと油汗出るぐらい。なんかちょっとあったかくなって増えたな。増えたよ、もう入るようになった。乗るようになったって言えばいいから。これです。はい、僕は今日はいませんでした。以上でした。はい、お疲れ様です。皆さん今日もハードワーク大変お疲れ様でした。日本酒をいただいております。岡山県産あけぼの 100% 使用純米吟醸生貯蔵酒。上心のお酒なんで開けた瞬間とても甘い香りがしております。精米部合 58%、 16度、瓶貯蔵だそうです。いただきます。甘い。それと爽快感があります。フレッシュな感じの日本酒です。焦げたの一夜干しです。こちらが七札で、こっちがねシャリゲタ。シャリゲタがやっぱり美味しいですよね。これほど日本酒に合うもんもなかなかないと思いますが、本当にうまっ。いやうまいな。ちょっと手でいただいてますが誠に申し訳ない。この方が食べやすいんで。めちゃくちゃ合いますね。本当に家でちびちびやるには最高なんじゃないでしょうか。まあ今日も香り抜群ですが、このねお味噌汁につけてもとても美味しいんですよね。ただやっぱちょっとね風味が、海苔のね乾燥させた時の風味がね少しなくなるのが残念ですが、でもやっぱうまいな。生海苔でやるのとは違ってやっぱり美味しさありますね。生海苔でやった方が風味いいんですけど、こっちの方がコクがあるな。海苔にコクがある感じ。味噌汁にもコク出るんかな。うまくなっとるな。味噌汁も焦げ焦げがうまいですよね。ただ今日のメインディッシュはこちらです。マルタイの皿うどん。以前にエビの料理をね皆さんにいろいろ教えていただいたんですが、その中にマルタイの皿うどんっていうのがありまして、おそらくマルタイの皿うどんなんでこうであろうと料理をしてみました。おそらくこれでしょう。溶けます。はい、よろしくお願いします。手を避けてください。皿うどんといえばやっぱこれですよね。やっぱこれでしょう。エビめっちゃうまそう。もうこの時点でいい匂い。これは何料理になるわけ？中華料理じゃないよな。長崎料理になるんでしょうか。皿うどんって人生で実は1回しか食べたことないんですけど、いただいて、もう匂いがいい。めちゃくちゃうまそう。ちなみにキクラゲ、エビは自分が取った芝エビです。今はもうほぼ芝エビしかいないんで芝エビ、で玉ねぎと、これはあれよな、レタスとタケノコと玉ねぎとキクラゲです。イジポンママさんは白菜だと自分に言うてくれたんですけど、レタスの方がなんか好きなんで、白菜大好きですけどなんかレタスの方がなんか美味しそうやなと思って自分がレタスにしてくださいとお願いいたしました。いただきます。これはやっぱりバリバリ食べるもんな、皿うどんって。そうだと思います。そうよな、パリパリで食えばいいよな、トロトロにせんでも。いただきます。これはもうおそらく食べる前から美味しいでしょうね。うまい。いやー、夏にビールといきたいなこれ。
エビがうまい。とろみ具合とレタスとかこのキクラゲも美味しいんですけど、エビがうまい。今ね、芝エビしかもうほぼ取れないんで芝エビを使いましたが、この料理は多分芝エビが正解だと思います。なぜなら芝エビが一番プリプリだからですね。自分はもう芝エビ好きなんですよね。ただやっぱり今年のプレゼント当選者の方もどれが一番好きか教えてくださいって、芝エビ、ガラエビ、冬瓜、もしよければまた後から当選した後に食べた後に教えてくださいって動画の中で言ったんですけど、お一方ダイレクトメールで教えてくださいまして、やっぱり奥さんも旦那さんも芝エビが3位でしたでしょうね。それが普通なんですよね。自分は芝エビのこのプリプリ食感が、あとくどくないというかね、ガラエビとかガラエビはねやっぱちょっと味が自分にはちょっと濃すぎるというか甘いんですよね。甘いから美味しいんですけどプリプリ食感に欠けるんで、自分は芝エビが大好きです。あと冬瓜はしゃぶしゃぶぐらいの方が旨味があるというか、あまり火を通しすぎると冬瓜ちょっと味なくなるんで、若い時は好きじゃなかったんですけど、そのあまり火を通さないと美味しいことに気づいてからは冬瓜は美味しいと思ってます。プリップリ。この料理には相性抜群でした。今回もご視聴ありがとうございました。反則かもしれんけど海苔でいってみます。これやると反則でしょうけどね。海苔の風味がしていいんですけどない方がいい。海苔は味噌汁に入れたやつの方が美味しかったです。海苔と味噌汁の相性が抜群でした。